が余ったので、新しく届いたジャケットの紹介でもしておこうかと思います。このジャケット、ノローナのディーコンジャケットと言います。僕、身長170センチなんですけれど、サイズは XL、バカでかすぎます。でもそのサイズ感が好きだったので、今回取り寄せました。何がとりあえず、今まで持っているものがあるのになぜこれを持ってきたかというと、長いんですね。長いと何が起こるかというと、こういうところでよいしょ、ジャケットをお尻に敷いて座ることができるこの機能が欲しかった。そしてあったかい時、寒い時にモコモコしたこういう長屋にはあったんですけれども、こういう針先とか少し暖かくなってきた途端に全然暑くて着れなくなるので、こういう、インサレーションのないもので長いもの、比較的軽いものが欲しかったという感じです。サイズがでかすぎるので、他のロローナのジャケットもそうなんですけれど、こういう風に前袖を折り返して普段からこの状態で寒い時、ここを絶対閉じたい時とかは折り返しを戻す感じで使うようにしています。で、そもそもなんで170センチなんで XL が欲しいかというと、この肩周りの運動性ですね。ジッパーを閉じた状態で、ちなみにこちらダブルジッパーです。これができるものもなかったというのも、ついでにあります。で、運動性ですけれど、普通の、ショップとかで勧められるフィットだと結構、やっぱり強風とかに備えて、結構ピチピチのものを勧められることあると思うんですけど、僕それやるとこの辺りが動きづらくなりまして、むっちゃくちゃストレス溜まるので、なんかでかいものを使うのが好きみたいな感じになって、なので、本当は XS とか S を勧められるところは XL にしています。で、これ少しフィットが、ゆったりめなので、この下にベストなりフリースなり厚手のフリースなり、それを重ね着したりしてもある程度空間があるなという感じになって、少し寒くなった時に使えるのではないかと。あとなんでノローナが好きかというと、ベンチレーションです。バカでかいです。もうここからさらに全部伸ばすとここまでありまして、もう換気し放題です。もちろんこれ、合計ジッパーが2つついているので、このような形で、今全開状態でしたけれど、このくらいでも調整できますし、戻すのも簡単、風はいくらでも通るので、夏は絶対に無理ですけれど、春先とかちょっと風防ぎたい時に、例えばこれじゃなくても、ジャケットでこういうベンチレーションがあると楽というのと、あと今、T シャツだけですけれど、内側にベストとかフリースを着ていた時に、この前を閉じていた状態、内側のポケットに簡単にアクセスできる。さらにここで、中にのポケットに手突っ込んでちょっと温めながら適当に歩くことができるといい加減なものですが、それができるのが少し楽で、通気性とこのアクセスのしやすさ相まって、このベンチレーションがバカでかいモデルが非常に好きということになっています。で、あとポケットですね。普段閉じた状態で使っているとして、ここの、チェストポケット大きめなのが2つあります。ジッパーで下ろしてこのくらいバコッと入れて、そうだな、ハードカバー入るかな。ハードカバーは無理かもしれませんけれども、このくらいですね。入るわ。このくらい入ります。1リッターのボトルインサレーション、ここまでは無理だと思いますけれど、入っちゃうわ。
というくらい、まあ、エクセルということも相まって、まあ、相当入るので、まあ、タバコとかはまあもちろんのこと、そうだな、まあ、グローブとか、あるいは、寒い時の、まあ、帽子とか、うん、顔周りの、なんて言ったっけ、防寒具とか、マスクとかもいいかな。カメラはやめた方がいいか。まあそういうものも左右同じ大きさでこれくらいあるのでバカボカ入ります。入れすぎるともっこりしちゃうのであんまりおすすめはしませんけど、いざという時に入るおにぎりとかなら平然と入れられるというのが結構いい感じです。あと、入れない方がいいものはまあそうだ、例えばタバコの箱とか入れるとやっぱり動いてる時に汗をかく、それを、糖質してまあ、汗出たその水蒸気を出してくれるのが、まあ、こういう、ボックスとかのジャケットのいいところなので、蒸気がここのポケットの内側を通って出ていくために、こういうものは湿気てしまうので、タバコとかはおすすめしません。でもグローブとかなら何の問題もないし、大きい空間があるし、入れられるのはいいことだと思います。あと、すいません。あとは、締め込みですね。ゴムの締め込み。テンションは2箇所でかけられます。まあ、普通なら、まあ、こう締め高さのこの高さ、僕まだガバガバでしか使ってませんけど、こういう感じで、左右から締められますね。これか。で、このような感じに、つければいいですけど。まあ、今いらないので戻してしまって、それはここの、コードストッパーとかで調整する感じになっています。もう一つ、これは長いジャケットでなくても使っていて非常にいい、便利なんですけれど、一番下です。まあよくあるものですね。こういう両側からできるものです。これも同じように、まあこんな感じかな。このように、まあ今、Excel だからむちゃくちゃなことになってますけど、これができて、これがピチッとできるのの何がいいかというと、例えばこのくらいの高さの場合、ぴっちりここが閉まって中から空気入ってきません。少しガバガバのサイズを使っていても、この辺りの下から入ってこないというのはすごくいいことで、他のものだと今1本の輪ゴムでこのようにゴム紐で、通っていたところ、部分的にな区間しかゴムが入ってなくて、そこの締め込みだけでこの調整をするというタイプのものだと、その締め込みを限界までゴムを引っ張ってもここに空間が空いちゃうことになって、そうなるとまあちょっと寒い時動いてると下からスースー風が入ってきて辛くなることがあります。なのでまあ1本で通ってここで締め込むことができる、まあ比較的長めのものとして、この少し上のところでも締められるというのはすごく、助かります。他には、内ポケがあるかどうかか。内ポケは1箇所ここについていてちっちゃいものなので、ティッシュペーパーも入れない方がいいですけれど、まあそのくらいのサイズのものがかろうじて入るかなといったところです。あとはって言うならサイドのポケット、まあ軍用モデルとかどうとかいうことはほとんど気にせずに、長袖、下の裾の長いものとして今回選びましたけれど、ここにまあ入れ物があって、ただし奥行きが多少あるのでコンパスは入るかと思うんですけれども、まあこのようにコンパスでもそこそこ奥行きがあるので、ちょっと取り出すのに手間がかかります。まあそれくらい入れようと思えばたくさん入る。ツールナイフも入れようと思えば入れられる。ただぶっちゃけそういうものを入れるのならば、
このポケット、まあ今この、おかしなサイズ感だと手を伸ばしたところでちょうどまあそこに指先が届くこのくらいの感じのこのポケットにポイって入れておいた方が絶対にいいので、まあそれはまあ人それぞれにまあここに入れられそうなものを探してそうやって使えばいいかなと思います。これは中古で取り寄せてあちこちに、背面かなに汚れがあったりしたかな、したということで少しお値段安くなっていたので思わず、ポチったという次第なんですけれど、まあ面白いことにまあそこそこあちこちに使った汚れ、コンディションは綺麗なんですけれど使った跡があって、さらにポケットに無造作にイヤホンとかまあスナック、エナジーバーとかまあなぜかお金とかそのまま洗ってそのまま入れてそのまま送ってこられたというまあ面白い人だったらしくて、まあいいやという感じで使おうかなと。あとはこれらを全部出したとしてこれそうだな、例えばスマホとかの時にポケットの中にこういうエスビナみたいなのをロックするまあキーホルダー、まあ内側にこれを固定できるようなこういうループがあれば取り出した時に落とすことがないということでいいんですけど、そういう中のループ、そのためのループのようなものはここにもここにもここにも他のこのポケットにもまあ内ポケにもついていません。その代わり今この左胸のチェストポケットのここにもう少し小さいものをポイって入れておける、軽い伸びる生地のまあ少し細長いものを入れる空間があります。あとフードか全部よいしょ揚げた時はまあこのくらいですね。でフードをした時はこれは多少調整してあります。パコっていう感じで揚げるとこのようになって、まず入ってこないという感じになってくれます。まあ雨は大丈夫だろうと。袖はちょっとめんどくさいので今やめておきます。このまま立った状態をちょっとやっといた方がいいのかな。この時点でもう相当結構おかしいですけれど、まずこういう風になってこのくらいなら見えるかな、見えてほしいんですけれど、まあこのくらいになります。今ベンチレーションに手突っ込んでます。まあこんな感じでになって、前ポケに手突っ込むとこのような感じ。ここは止水パカでしまうのでそこそこ防水性高いです。スナップもついて固定できます。あとはまあこんな感じにしておいて、でこれができるのが楽というまあアクセスその他ですけれど、普段もこんな風にやって歩いちゃうのがまあ楽しくて楽で、まあこういう着方は好きです。まあ嫌いな人も大勢いると思いますが、でここが少しすぼまった状態でさらにここにお尻ついて座れて、まあ厚着できると。まあでまあ春先になる前くらいまでは登り出す前あたりまでは使えるかなと。今枝を運んで降りてきた
んですけれど、まあ上り下りの時はまあこの季節だと使えないので、これを適当にくるくるくるっと丸めてしまって、このバックパックのこの辺にくくりつけて、これで歩いていました。まあ買う前に見たレビューの中であんまりコンパクトにはならないよというのがあったんですけれど、まあその通りで、今の本当にまあなんだったっけ、 UL 系のレインジャケット、こんなちっちゃくなるものに比べればまあこんなことになってしまうと。まあでもいいかなと。大雨の時とかはまあこういうものを着ていくらでも着上がれということができるかなと。それで少し安心できるかなという感じです。まあ、お湯沸いたのでこのくらいにしておきます。まあ、ご参考になれば。